はいどうも、コーヒーに愛された男、粕谷です。よろしくお願いします。荒手さん、まだ今日はスイッチがあるということは、そう、皆さんお待ちかねなのかな。結構コメントで多かったよね。多かったですね。アイスコーヒーハイブリッドっていう、ここら辺出るかな。ハイブリッドレシピの動画出してから、そのアイスコーヒーはどうやって入れるんですかみたいな、ハイブリッド使って。はい。正直考えてなくてあんまり、でも確かに46で90でっていうのは紹介したじゃないですか。してあるんですよ。でじゃあ確かにハイブリッドでもアイスコーヒー作れたらいいよねっていうことで、ちょっと今日は紹介していこうかなと思います。ベースの考え方はすごく簡単で、ホットの場合は 20g 使ったら、元のベースのレシピは280トータルでお湯注ぐじゃん。で最初の10日は 120g で、後ろの新酒は 160g って、ちょっと後ろの新酒が量多くしてるんですよ。ここが160でも80でも別に何でもいいんですけど、ちょっと多めにしてる。だけどアイスコーヒーでこの急冷式でやる場合は、そうすると少しね薄くなっちゃうと思うんですよね。なので今回は半々にしていきます。なので10日の量を少し増やして味を明確に出してあげる。で後半雑味を抑えるためにやっぱり新酒を使っていく。なので10日と新酒のハイブリッドっていうレシピを組み立てていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。じゃあいつも通り入れていこうかな。20g 使っていきます。で今タイムモアが貸し出し中なんで、間違った、コマンダンテが貸し出し中なんで、タイムモアの C2 でいきたいと思います。タイムモア C2 で18クリックぐらいがいいんじゃないかなって思います。ちょっとだけ俺のやり方からしたら、細め。なるほど。ちょっとまだこれピロコピアで販売されてない今は。エルサルバドルのパカマラってさ、トロピカルな印象を持ってたりするから、アイスコーヒーに合わせるのにそう俺は好きなんだよね。なんかパイナップルとかそういう感じのフレーバー出てくるといいよね。そうですよね、アイスコーヒーだとね。ちょっと浅めに焙煎されてるんで、アイスコーヒーには向いてんじゃないかな。で今回は 20g で46の時は150注いでたんですよ。ホットの完全に半分なので、今回も 20g で150でいいかなって思うんだけど、どうかな。でも150かな。それかちょっと無難に140にしていこうかな。なんで46だと150でよくてハイブリッドだと140にしちゃうのかっていうと、ハイブリッドのレシピ説明の時にも言ってるんだけど、新酒ってやっぱちょっと抽出力が弱いんですよ。漬け込んでるだけだから。なので同じようなレシピ 20g、150、46とハイブリッドだとやっぱハイブリッドの方がちょっとね弱く出ちゃうんですよ。なのでもっと細かく引けばいいのかもしれないんだけど、ちょっとそこは今回やらないので、ある程度細くは引くけど。というわけで20の140注いでいきます。で氷は80g ぐらい入れとけば溶けきることはないかなと思います。でお湯の温度は今回ちょっと浅めの焙煎なので93度使っていきます。で 20g140 全体で注いでいくんで、それを半々 70g10 日 70g 新酒、そのやり方でやっていこうと思います。はい、じゃあ準備できたんで入れていこうかなと思います。ちょっとねこの余った氷を使ってお湯の温度を下げていこうかなと思います。
ざっくりでいいですから。絶対次70度まで落とさなきゃいけないってことじゃなくて、お湯の温度下げるってことが目的なんで。じゃあ、入れていきます。前半10日が70なんで、30、40っていう感じで注いでいきます。スタート。しっかり全体に行き渡るように、はい、30g 注ぎます。ちょっとね、少量の中油になって、しかも相手は細めの焙煎、引き目なんで、こんな感じで揺らしちゃって大丈夫です。これでしっかりと全体行き渡らせましょう。綺麗だね。いいですね、このアイスコーヒーってやっぱいいね。平和な、なんか平和。時間が過ごせますね。いい。なんか無限にこういう落ちてく動画見たい。じゃあ次70まで注いでいきます。この最初の2回は10日で、お湯の温度も、93度でちょっと高めです。はい、ここもちょっといっちゃおう。はい、こいつに何本ぐらいですか？知らない。たくさん。ざっくり。たくさん入れましょう。おお、80度まで下がった一気に。一気に。うん。で、ちょっとね、味をしっかり出したいので、アイスコーヒーの時は、1分半ぐらいまでしっかりと10日で待ちます。お湯も落ちていきにくいんですよ。結構細かくしてるんで。1分半、もうちょい待ってもいいかな。1分40秒ぐらいまで待ちましょう。で、1分40秒になったら、ここ、またいつも通り閉じてもらって、140まで一気に注いでいきましょう。はい。いいね。で、これ、はい、2分10秒ぐらいまで待とうかな、今回はね。やっぱ簡単だよね、この入れ方。で、はい、OK。で、これ結構詰まるんすよね。なので、なんで全然お湯落ちてかねえよっていう時は、こんな感じで、ちょっと隙間開けてあげたり。ああ、なるほど。うん、すると結構お湯の抜けが良くなったりするんで、ちょっとした裏技として使ってみてください。あんまり気にしなくていいと思うんだよね、俺、アイスコーヒーの時って。多少のネガティブな味も感じにくいし、うまそうだな。音とこの香りがね。はい。ゆっくり落ちてく感じとかただ眺めてるのが好きだわ。ちなみにハイブリッドメソッドでこう、うん、温度を落とすときに、私たちこうバリスタってミルクのスチームするときに熱くて持てなくなるぐらいまでとかって言われたりするじゃないですか。あれって65度ぐらいなんですよね。そうだね。なので多分これも視聴者の皆さんでもしもうざっくりやりたい方はケトル触って熱くて持てないかなってぐらいまで下げればいいんじゃないかって最近気づきました。でも90度だって熱くて触れないけど。でもちょっとその1秒2秒いけるぐらいが多分ね70度ぐらいなんですよ。確かに確かに。最近私はそれでずっとハイブリッドで入れてます。手抜きハイブリッドで。手抜きハイブリッドです。手抜きでいいんですよ。家で飲む分には。プロの方に向けてやってないしね。確かに。みんなに美味しく楽しくね飲んでいただければ。そう。仮にだってね、僕この間白石君コーチしたじゃないですか、はい、その時にそんなざっくり教えないじゃん。確かにプロ向けの方がガチですけどそういやこんな YouTube でガチンコでやったらいやもうそれつまんねえからね。レシピ本当に日本一取っちゃいましたからね。まあね本当に、もちろんちょっと変わってはいますけど、本当白石君のね。というわけでちょっと飲んでみようかな。多分ねうまいよこれ。だって香りがもういいもん。じゃあハイブリッドアイスコーヒーいただきます。
あ、うまいね。うまい。あ、普通にうまいわ。これでいいならいいね。まあ多分もう少し早く抜けた方がいいのかなと思うんだけど、なんかそこなんかどっち取るかなんだよな。難しいところっすね。うん。まあでも俺はこれでいいかもしれない。でも美味しいですよねこれ。うん、うまいうまい。濃度もちょうどいい感じで、もう少しこれから氷溶けてもちょうどよくなりそうな味わいになってますね。あ、いいね。ちゃんとフレーバーが出るんですよ。出てます出てます。これがいいんだよね。で、普通に作ったアイスコーヒーよりやっぱ少し柔らかい。46の急冷式で入れた時だともっとパキッとするんですよ、味が。フレーバーがパンって出てくるんだけど、こっちはすっごい柔らかく出てくるアイスコーヒー。だから若干コールドブリュー寄りな印象の味の出方かもしんない。うまいわ。フレーバーがすごい綺麗に出てるんですよね。ね。あ、いいね。あ、いいな。これでいいんだな。なんか水出しとかともちょっと違う系統の味ってそうだねいうのが楽しいですよね、これ。やっぱ水出しとか、氷出しとか、ああいうのってもっと質感がとろっとする感じがあるんだけど、これは、急冷のいい味の出方、スパンと切れるような、切れ味の鋭い味の出方もあるけど、ほんの少し柔らかい印象にもなるから、やっぱりいいんだね。このハイブリッドって。ハイブリッド。ぜひ皆さんもやってほしいな。うん。まあアレンジは聞きやすいかもしれない。これだったら。確かに。多分もう少し粗くして、もうちょっと早く落としてもいいし、なんならアバカを使って、ペーパーフィルター変えてもいいし、まあ持ってる人がいればシバリスト使ってもいいかもしれない。だからその場合は、多分早く抜けすぎちゃうかもしれないから、時間を3分から3分半ぐらいで終わるような、引き目にするといいかもしれない。あとは、何秒浸止させるか。まあ今回結構長めに撮ったじゃん、俺。なので、だいぶ落ちるのも遅かったけど、もう少し短めにしてもいいかもしれないし、まあその辺はアレンジですね。そうですね。うん。ちょっとえぐみが出てるなとかだったら、それはほとんどの場合抽出時間長すぎるんで、そこを短くするような選択を取ってもらえればいいかなと思います。で、味がなんかぼんやりしすぎてるなっていう時は、おそらく前半の透過部分で味が明確に出てないっていうケースだと思うんで、そこをしっかり攪拌させてみてもいいかもしれない。注いでスプーンでカチャカチャってやって味をギュッて出しちゃう、前半に。で後半は、まあ、いつも通り浸酒で低温でやることで滑らかな味わいを表現していくっていうことができるんで、まあ今言ってたのはホットでも同じこと、どこにどういう役割があるかっていうのを理解するだけでコーヒーはアレンジ効きやすくなるから、ぜひ試してみてください。うまいな。うまいっす。あとこの豆うまいね。この豆がまずうまい疑惑が、まあ、そもそもねハイブリッド絶対美味しくなるだろうっていうのはまあね、あったんですけど、お174番だって。まだシールも作られてないんだけども。まあでもこれからちょうど今度が出るぐらいに買えるようになってるかもしれないですね。そうかもね。そしたらリンク貼っとこうかな。やっぱうまいなこれ。はい、というわけで皆さんお待ちかねだったのかな。ハイブリッドでアイスコーヒー作ってみました。まあ今回は完璧なレシピを紹介っていうよりは、どういう味の調整の仕方ができるかっていうところも説明してったと思いますんで、ぜひホットコーヒーを作る時にも参考にしてみてください。そんなところですかね。はい。はい。じゃあ楽しかったよ、役に立ったよっていう方は高評価ボタン、チャンネル登録、あと皆さんいくらでもシェアしてくださいね。今年中に5万人。5万人はまあ夏までの目標5万。はい。年末10万。10万。しゃあ頑張ろう。まあジェームス・ホフマン先生を目指して目指そうか。まあまずは泰造さんをね。そうですね。そう。はい。泰造さん追いつくかんなよ。はい。というわけで皆さんこれからもよろしくお願いします。では美味しいアイスコーヒーで夏を乗り切りましょう。お疲れ様です。